さあ今回の DK テレビジョン、面白レンタカーをさらに面白くするためにどうするか、社長が持ってきたのがスイフトスポーツ。スイフトも結構サーキットでちょっとやるだけで、タイムが上がるっていう、結構玄人好みの車なんじゃないかなという話を聞いてましたので、これ素材としてそれでわざともう1台距離の少ない程度のいいのもあるんですけど、わざとちょっとこっちの11万キロ新車で買った新車から11万キロレンタカーで使ったこちらを使って、それがどのように変化するのか、土屋さんのアドバイスのもとどういうふうになるか、ちょっと私自身もすごく楽しみなので、これぜひ土屋さんのアドバイスでいろいろ変わっていく様をいろいろ見ていきたいなと、でお客さんにとって安全で面白い車になればすごくいいなと考えてます。ちょこちょこやってきますよ。ドノーマルで11万キロ走った、スイフトスポーツ、これでまず基準タイムを出してみたいと思います。で何をやればいいか、検証します。それではノーマルでも十分いい車だからね。本当にノーマルでも全然乗りやすい。200万で買えちゃうんだもんね。すごいよ本当に。200万でこのクオリティでこの楽しさがあって、これは立派ですよ。ノーマルだからこうしなやかで乗りやすい足だよね。これはこれで全然ノーマルでもいけちゃうんだけどね。でもやっぱり面白レンタカーっていうことで雰囲気を出すには絶対にちょっとチューニングした方がいいよね。しなやかだね。デフが入ってないからやっぱりフロントが逃げるな。デフは欲しいね。タイヤってのもあるけどね。タイヤはもうちょいグリップした方がいいかな。いいね、なかなか楽しいよ。全然楽しい。ノーマルでも全然いいんだよ本当に。
車だよ本当に。 1.4 リッターターボ。ブレーキ変えないとダメだね。ブレーキは変えたいな。ブレーキもうダメだ。ブレーキ怖い。甘くなってきてる。足もやっぱこうふにゃふにゃっていうかね。3速でいけちゃうもんね。これはね、面白レンタカーっていうんなら足だね。足とブレーキ。まずそうだな、雰囲気も出したいっていうんならマフラーも変えたいね。チューニングカーにすればいいんだよね、面白レンタカー。これはこれでいいんだけどやっぱ面白レンタカーっていうんだから面白くしたいよね。25秒です。ブレーキがダメだな。まあもう一周で効かなくなるな。ノーマルブレーキだからまあしょうがないんだけど、やっぱ面白レンタカーだからブレーキ、足で雰囲気を出すためにマフラー、これぐらいでいいと思う。さあスイフトスポーツ KW です。足とタイヤだけでノーマルに対して何秒ぐらい上がるか。なんかやっぱ足やるとこうハンドリングがキビキビするね。ヒュイヒュイってこう入ってく頭がね。しっかりしてるね。そりゃそうだよね。足やってんだからさ。
足重要だね。さあ KW のスイフトです。デフ欲しいな。もう全然ビュンビュン曲がる。しっかりしてる。めっちゃしっかりしてる車。デフ欲しい。安定感あるね、この足は。デフが欲しい。いい足だ。スポーツしてるぞ。足入れただけで全然いいよ。足入れただけで全然いい。本当にめっちゃキビキビ動く。楽しいわ。楽しい楽しいこれ。S2 早えなまあそりゃそうだ。楽しいぞ。足やっただけでも全然違うね。キビキビ動く。
デフが欲しい。アクセル入れるとフロントが逃げてく。こんな感じだろうね。足とネオバだけなんだけど、全然こう車が別物になるね。乗りやすい、キビキビ動く、グリップレベルがかなり高くなって、ハンドリングがより楽しい。ノーマルはノーマルでいいんだけど、これはこれでね、やっぱり足やっただけのことはあるよね。全然ハンドリングが変わる。全然いい。楽しいわ。さすがです。あれは KW の足入れた方がいいよね。ほんとよくできた車だよね、これ。本当にベースがいいから、やればやっただけ気持ちよくなる車だよ、これ。これは大したもんだ。全然いいじゃん。ノーマルより4秒早いです、こっちの方が。全然いいわ。足がもう足変わっただけでキビキビ動くよ、車が。ハンドリングがすっごい楽しい。でやっぱこうネオバ入ってるからコーナリング速度も高いしね。これはありだね。面白レンタカー、こういう風にしよう。さあ GR ヤリス、ノーマルでも全然いい車だよ。全然いいんだけど、やっぱりみんなに借りてほしいからさ、ね、借りてよかったっていう車にしたいじゃない。全然いいわ。めっちゃいいわ。高いだけのことはある。もう GR ヤリスだと結構ね、つくば僕走ってますから、袖ヶ浦が初めてなんですよ。だからどうかね、持ってきてみました。パワーあるね。とても3気筒とは思えない。いい車だよ、ほんといい車。フロントの設置感半端ないわ。安心感高い。面白い。トラコンオフです、これ。面白い。
ポルシェと張り合ってるし。これは面白いわ。ちょっと足がふにゃふにゃだから全開で走るんならね。だけどこれはいじんない方がいいかもな、レンタカーだから。足これでいいと思うな。これやんない方がいいな。全然いいんだよねこれ。これ下手に触んない方がいいかも。面白レンタカー借りてサーキット走る人いるかな。走るとしたらもうちょい固めたいかなっていうぐらい。触んない方がいいような気がするなし。これはブレーキも全然問題ないね。この周回じゃね、3周4周ぐらいだと全然問題ない。どうすっかな。まあもうちょっと安全に走らせるんならアンダー方向に持ってくっていう手はあるよね。今ちょっとこう後ろ動かして我々のレベルで面白い車、リアがこう巻き込んでくれるから。だけどレンタカーにすると事故ってもらっちゃ困るから後ろちょっと抑えるとかね。動きとしてはすごく面白い。素人だとこの電子制御をオフにするとちょっとオーバーステアでドキッとするかもね。だからそこをレンタカーとしたら後ろさえ抑えてやれば、ちょっとアンダー強くしてあげればいいんじゃないかな。アンダー強くするんじゃなくてアンダー気味にね。これはこれでいいんだけどアンダー気味に。ノーマルの GR ヤリスはよくできてるよ。これ下手いじんない方がいいかもよ本当に。いやいやいや、これはすごいわ。高いだけのことはあるわ。20秒0。やっぱね、FF4 駆っていうのはフロントがもう発熱しちゃうとやっぱアンダー気味になるから、それはしょうがないよね。ただここでね、思ったのはバランスがすごいいいから、後ろをちょっとこう固めにした方がいいかな。割とオーバーが出るんで、これ電子制御オフにするとね。で我々にとってはすごくこう曲がりやすくていいの。後ろが動いてくれるから。ただ素人さんが乗ると
なんかオーバーステアが出てドキッとするんじゃないかなって思うから、後ろだけちょっと固めたいなっていう感じ。あとは雰囲気出すためにマフラーも変えたいなっていう感じ。いいですよ、なかなかもうレベル高い GR ヤリス。これ一番いいやつじゃなくてレフが入ってないやつなんですって。だからフロント逃げてっちゃうよ。トラクションかかんないから。フロントは逃げてっちゃう、アクセル入れると。だけどこれで十分面白いし、だからこれでやるとしたら、デフ入れてもいいし、まあ、余裕があればねデフ入れて足回りリアだけちょっと固めて、で雰囲気出すのにマフラー変えてっていうぐらいでレンタカーとしてはいいと思う。面白レンタカーなんだから、もっと面白くするには足を変えて、ブレーキダメだから、まあ、ブレーキパッドだね、ブレーキフルード、タイヤ、できればデフも入れたいっていう感じかな。そういう方向性でいかがでしょう。ぜひやりたいと思いますね。はい。いろんな車あっていいんだけど、それをやっぱこうチューニングしてあるとさらにこう面白くなる。さらにこうなんかイニシャル D に近づくみたいな。やりますか。やります。それは面白いレンタカー、ちょっとこれからはちょこちょこライトチューンしていきます。お楽しみに。よろしくお願いします。はい。